はい、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい、柴崎もね、ご覧のように元気に絵を描いてますよ。さて、今回のテーマはね、こちらなんですね。どうぞ。はい、ポンキーペンシルですね。この画材はね、もう何回か柴崎試しているんですけども、なかなか、素敵に描けるんですよね。さらにね、書く紙にもちょっと工夫します。ね。こう色のついたカラーペーパーですね。この紙はパステル用の紙なんですけども、このカラーペーパーとポンキーペンシルでどんな絵ができるかね。はい。では書き上がったらね、またお会いしましょう。はい。ね。ポンキーペンシルですね。さて。そして、まずね、このカラーペーパーの色に合わせてね、あまり目立たないね、こんな、黄土色のようなね、色でちょっと形描きますね。何を描いてるんだろうね。今日はね、いつもの白い紙と違って、こんな、黄土色のね、カラーペーパー、それを生かすように描いていきますよ。今、ブルーを塗り始めました。空色ですね。次に黄色です。この黄色はこのカラーペーパーの色と、ちょっとね、芯がなかったからね、これ専用の芯削りで今削りました。今はブルーや紫塗ってますね。これはこの紙の色と反対色ですね。反対色塗ると形がはっきり見えるし、こう絵が華やかになりますね。これは茶色ですね。茶色は紙と同系色です。同系色を塗ると、とってもこう馴染みがいいっていうかね、調和が良くなりますね。だからどこにどんな紙との同系色、どこにどんな紙との反対色を塗るかという楽しみが生まれますね。ほら、どうですか？形が見えてきたでしょ？そういう意味でね、この最初にあるこのカラーペーパーのこの紙の色を、どう使うかということをイメージしながら描きますので、そうですね、これ大人の方もね、とても楽しめると思います。またこう色の勉強なんかをしてみたいなっていうね、方にも、新しいねこう試みができるんじゃないかなと思ってますよ。ほらね、紙と同系色のこの屋根や壁の色、そして反対色の日陰の色ですね。楽しいでしょこれ。ねえ、このポンキーペンシルってとっても発色も良くし、使いやすい、色も重ねやすいというね、優れた画材ですから、ぜひね、大人のあなたもね、やってみてください。扱いやすいし、水彩よりもずっと描きやすいかな。そしてこうじっくりね、こう色や形を表現することができます。さあ、だいぶ塗ってきましたよ。ねえ、今黄色ですね。紙と同系色。この、ピンク色も紙と同系色かな。さあ、この辺白塗って、少し明るい色ですね。さあ、どんどん塗っていきましょう。ほら、これ反対色ですね。反対色はまた綺麗ですね。
白い紙にブルー塗るよりも、やっぱりこのベージュのようなね、イエローカの紙に塗る方が綺麗ですね。そして、今ですね、こう、手前の方、少しね、描こうとしてます。こういう時、ぐっとこのポンキーペンシルのね、この鉛筆の効果ですね、タッチを生かして描くということができるんですね。こうですね、ゴシ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 とタッチを残して描いてるでしょ。だからポンキーペンシルはこう、フラットのようにきれいに絵の具を色をね柔らかく塗ることもできるし、このペンシルとしてのタッチを生かした表現、2つね、もう本当に自由自在に使える優れた画材ですね。さあ、色がだいぶ重なってきましたよ。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーに、ね、なっていただきますと、柴崎の作品の、ね、データを、ダウンロードできたりね、また、少人数のねライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというねボタンをクリックしてみてくださいね。もう最初に言ったように、これね黄土色のカラーペーパーですからね、もうその色を生かした雰囲気のある絵作り楽しめますね。さあ、どんどん塗っていきましょうね。こんな感じです。さあ、少し色を重ねてます。はい。じゃあここにちょっと何か書こうかな。はい、こんなんですね。こうちょっとこう生き物をね加えると、また絵の雰囲気がぐっと変わりますよね。はい。さあ、こうですよ。これは、同系色なんですけども、少し黒を使って描きましたので、形がはっきり見えますね。そして手前の方、タッチを生かして、このように描いていきます。そうすると、この丘のね、奥行き感がはっきりするでしょ。本当にポンキーペンシルはこの色の重ね方がね、本当に自由にできますね。ですから、さっきも言ったように、もったいないね。大人の方ももうどんどん使って、描いてみるといいと思いますね。さあ、だいぶこうね、強調したいところから細かいものも書き進んできました。どうでしょうね。この、黄土色の紙のこの色を生かした絵になってるかな。こうですね。さあ、そして今度はね、こう紫のような色も少し加えましょうね。色がぐっと深くなります。紫やブルーはこの紙の色とは反対色ですね。さあ、ね、こうやって絵がずっとこう何かねちょっと、華やかになってきたでしょ。これは紙と同系色ですね。このくらいかな。今度はこうね、鉛筆としてのこのタッチを生かしてますよ。そしてね、ここにホワイトをぐっと塗ってます。どうしても紙はね、あまり明るい色では、紙の地の色はあまり明るくないので、明るくしたかったらホワイトを塗って、そしてね、その上から
例えば黄色なんかを塗ると、黄色の色はしっかり見えてくるんですね。こういう色の重ね方、参考にしてくださいね。はい。だいぶ色重なってきましたね。今度点描です。点点点点と。ほら、花が咲きましたよ。でも、全部色塗ってないですね。紙の、最初の地の色を生かすように描くことが大切ですね。さあ、ちょっと建物をね、やって、花も少し描き添えて、いいかな。さあ、できてきました。ねえ、こんな雰囲気を描いてみましょうね。はい、ちょっと重ねましたよ。で、ここにちょっとシンボルですね。お花もうちょっと描こうかな。手前の方ちょっと強くね。はい、出来上がりです。はい、ということで、できました。ね。このカラーペーパーのこの色を活かしながらすると同系色の色、反対色の色を組み合わせて一つの、世界を表現したというわけですね。参考になりましたかね、このカラーペーパーを使うと全面に色を塗る必要はないんですね。元々の色を活かして描くという楽しみが新たに生まれます。ね。ぜひあなたも試してみてください。さあ、ということで、今回もね、長い時間、本当にありがとう。また次回、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思います。はい。それまでお元気でね。はい。どうもありがとう。